皆さんごきげんよう。美魔女が年齢を重ねる希望と具体策を語るチャンネル、美魔女スタイルです。私は第6期国民的美魔女コンテストファイナリストの津田あずみ47カラットです。皆さん自撮りは得意ですか？私はインスタグラムを趣味でやってるんですが、インスタグラムで自撮りインスタグラマーという自分に肩書きをつけているインスタグラマーです。なのでかなり自撮りには自信を持っています。じゃあどういうところに自信を持てるようになったかっていうのを少しずつ皆さんにコツをお教えできたらなと思います。美魔女世代が痛くならない自撮り、今日は皆さんにお教えいたします。レッツ美魔女では、まず自撮りに必要なものをお教えしたいと思います。やっぱりあるべきだと思うのは自撮り棒です。この子さえいればたった一人でもどんな観光地に行っても怖いものなしです。自撮り棒、これは皆さん Amazon とかでも2000円ぐらいで買えるので、ぜひ用意してください。ちょっと大きすぎない方が女性にとっては楽かなと思います。あと最近はこれできれば新しく買う方だったらすごいおすすめなんですけど、こう自撮り棒にマグセーフのマグネットがついているんですね。で、大抵ケースとかにこうくっつけれるものがあると思うので、ピタッ、もうこれで設置が完了。これ絶対楽だと思います。新しく買う人はマグセーフが対応しているタイプの自撮り棒を購入するのをおすすめします。で、ボタンを押すとこう開いていって、これが実は140センチぐらい長さが伸びます。で、だいたい自分の目線ぐらいの高さになる自撮り棒がある方がいろんな画角が撮れるのでいいかなとは思います。絶対自撮り棒に最近はリモコンっていうのがついているので大丈夫かなと思うんですが、なくしてしまうこともよくあります。その時はこちらリモコンですね。リモコンも自撮りには必須です。500円ぐらいで買えるので、ぜひこちらのリモコンを購入していただければと思います。あとお店、カフェでもいいですし、夜バーでちょっと撮りたいとか、暗い雰囲気のいい雰囲気のお店で撮りたいなっていう時はやっぱり暗く映ってしまうので、私はいつもライトを用意しています。でもしも一番最初に買うとしたらこのサイズ、こんな小さいサイズのライトがありますので、こちら一つだけでも用意していただくと自撮りの幅が広がるかなと思います。結構動画上で見せてしまうと明るすぎるかもしれないんですが、お店の照明が電球色っぽかったらこのオレンジ色にしてからものを撮るっていう風にすると結構失敗がないですし、青っぽい光の蛍光灯みたいな色のですね、ライトの時は青っぽい色にすると間違いがないかなという風に覚えておいていただけると失敗しないんじゃないかなと思います。でもう少しベテランになると大きいライトっていうのも用意してたりします。これもボタンを押すとこのぐらい光っていて、どうしてこっちも持っているかというと、光の範囲が広いっていうのと、さっきの写りでいうとほぼこういう写りだったんですが、こうやってちょっとフィルターみたいなのがかかっていると光が柔らかくなる。なので自分の顔にライトを当てる場合は直接的なギンギラのライトよりは少しふわんとした雰囲気の中で撮る方が綺麗なお肌に映りやすいので、人の場合はこういうちょっとフィルターをかけてたりハンカチ越しとかでも全然いいですっていうような工夫をされるとすごくいいかなと思います。最後一押しの、でもこれは超上級編です。外部モニター。これどうして外部モニターが必要なのかなっていうと、 iPhone の性能上外カメラの方が圧倒的に写りが綺麗です。なのですごくいい写真を撮りたいなっていう時は外カメラを使って自撮りを行います。外カメラで写真を撮るというのはこういうことになるんですが、画角が
これがいいのか悪いのか正直わからないんですよね。確かめるためにこう外部モニターがあると自分を映すことができます。これマグセーフでやっぱりくっつくことができて、ほら完璧に真ん中に映すことができているのは外部カメラで映していることができるからです。なのでこれ1個あると正直便利です。もし本気でいい写真を撮りたいなっていう方はこの外部カメラも購入されることをお勧めします。じゃあ自撮りのコツとして皆さんも聞いたことあるかなと思うんですが、光が大事。12時ぐらいの日光の位置、真上の位置だったらちょっと実は光があればいいというものではなくて強すぎる光になります。その時は少しカーテンをして撮影をしたり、朝とか夕方ぐらいとかの柔らかい光になっている時はカーテンを開けた状態でそのままの光で写真を撮って全然大丈夫です。本当に強すぎる光だと、例えばですが今こうめっちゃ光を強くして私の顔を映すとなんとなくそんなにいい顔には映ってないように思うんですよね。これやりたい顔ですかっていうとそんなにこんな自撮りいらないですよね。なのでこのぐらいの今夕方の光の場合はむしろこのぐらいの柔らかい顔の写りになるぐらいの明かりの方がいいです。また今、これ顔の写りとしてはそんなに悪くないんですが面白い写真ではないと思います。なのでぜひ必要だよってお話ししてたのが自撮り棒なんですが、自撮り棒に自分をくっつけて少し画角を引いてみるっていうのがちょっとコツになります。で今幸いですね、撮影している環境に緑があるのがちょっと伝わりますでしょうか。ぜひ緑をちょっと使って撮影をしていきたいなと思います。ちょっとだけ席移動して緑とかを使って写真を撮っていく。で全部が全部こうカメラ目線でニコ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 していると面白みがないので、たまに自然に横を向いてみたりとかこんな感じで見てみたりとか、もう全然目線外してみたり、もしそこがカフェだったらカップとかを持ちながらこう撮っていく。これを自然にやっていくことが結構コツです。実は私この年齢になると少しはよく写したいっていうこともあってアプリを使って撮影することが多いです。その場合ですね、結構ありがたいことに顔を小さめにする機能とかがあるので、やっぱりちょっと持って顔を小さめに撮ったりします。その時にきっちりした木目調の背面とかタイルでもバラバラではないきっちりしたタイルとかだとその顔が小さくなることと一緒にタイルまで縮小されたりするので時空が歪むとかっていうよくネットで言われてしまうことがあるんですが、時空が歪んでしまうことがあるので、そういう時は形が決まってないところを背景にしたり、真っ白な壁とかでもいいですし、こういう葉っぱとか自然とかを使って撮ると加工がバレにくいっていうのがあります。なので痛さの軽減になります。なのでぜひ背景も気にして撮ってください。顔の写真の自撮りばかりだとインスタのフィードがなんか痛い人みたいな印象になってしまうので、少し自分の引きの写真だったりとかシルエットを使った写真を撮るとおしゃれな写真が撮れます。例えばなんですが、逆光を使って撮影するのも私はよくやる方法なんですが、そういう時にですね、自撮り棒、得意の自撮り棒にカメラを設置して、そうですね、ポイントとしてはですね、人にピントを合わせるのではなくて、一番明るいところとか、例えば人がここに立つ想定で、ここの辺が今明るいですよね。明るいところにピントを押しておく。で、私がよくやるのはグリッド線っていうものがカメラにはあると思うんですが、3分の1の線にだいたい自分が来るように立っています。で、得意のリモコン、外部カメラ、これで自分の立ち位置を決め、伝わりますかね。ここかな、
ここかな、このポーズはいいかなみたいなのを自分でポージングは決めながら、なんかそうだな、このぐらいのシルエットの方がいいかなって思った時にリモコンを使い、このカメラをスッと隠してカシャッと撮っていく。こうするとそうですね、全然自撮り感がなく誰かが撮ってくれたかのような写真、雰囲気写真を撮ることができます。また逆光を使って自分のシルエットだけなので、たとえメイクが崩れていても、最高言ってすっぴんであってもバレません。これはすごく楽です。いい雰囲気のところで自分のシルエットだけは写していく。こちらがポイント2つ目です。先ほどシルエットの撮り方お教えしましたが、とはいえ顔もやっぱり綺麗に撮りたいっていう方も多いんじゃないかなと思います。私はやはり年齢のせいでちょっと顔がこうたるんできてしまっているのがちょっと嫌だなと思っています。なのでその時はやっぱりこの顎下のこのたるみがごまかせる、ここですね、このたるみがごまかせるような撮り方っていうのをしていきたいと思います。まず一つ、誰でもできる簡単な方法としては、ちょっと顎引いて、単純にもう嫌なところは手で隠す。顎引いてなんとなくこう手を添えるぐらい、これだけでも十分隠れていくかなと思います。またもう一つ、角度を変えていく。本当に画角的にはこうするだけで、もう手で隠してなくても結構顎が尖って見えるんじゃないかなと思います。さっきの見え方だとやっぱりちょっとここ気になる、私はですけど気になります。なんとなくここに年齢が出てるような気がするので、これがちょっと上目遣いになるようなこのぐらいの角度になるだけで、なんか小顔効果があったように思いませんか？なのでこういう角度をつけるというのはすごく大事です。さらにちょっと手を添えるなどしてみるっていうと、すごく顔がシャープに映るので、がっつり上からじゃなく、今きっと引きで見てもらえるので、どのぐらいの角度だったかっていうのはすごく分かってもらえるかと思うんですが、このぐらいの角度の私の顔、ほらなんか顎も伸びてて良くないけれども、ちょっとこう変えるだけで結構私的には違って感じます。こういうほんのちょっとのコツを使って自分の一番写りのいい場所というのを探してみてください。これがポイント3つ目でした。今めちゃくちゃ真っ暗、かなり暗い部屋で撮影を行っています。外カメラでどのぐらい綺麗に映るかちょっと試してみたいと思います。じゃあカシャカシャカシャ、じゃあインカメラでも試してみたいと思います。これがインカメラです。カシャ、2枚目、3枚目、こんな感じで3枚撮ってみました。じゃあちょっと画像比較してみたいと思います。左がインカメラ、右が外カメラ、違いが一目瞭然だと思います。お洋服の質感とかも全然違うかと思いますし、もちろんお顔の状態、肌の状態も違うかなと思います。なので少し雰囲気のいいレストランとかバーとか、そういうところでお写真を撮りたいなと思ったら、もう外カメラ一択だと思います。私はアプリを使って写真を撮っています。まずビューティープラスというアプリを使って写真を撮っています。その後スノーというアプリを使ってもうちょっと自然に小顔にしたりとか、ほうれい線をですね少し薄くしたりとかっていうのはスノーを使っています。あと画像の明るさの調整、トーンカーブみたいなのがスノーにはあるので、そちらを使って色味の加工、明るさの加工をしています。そしてスノーで加工した写真をさらにビューティープラスに持っていって、ビューティープラスにあるフィルターをかけ直しています。もう少し黄色が強かったり陰影が出たりとかっていう好みのアプリがビューティープラスにあるので、ビューティープラスで加工して最終的に仕上げてインスタに投稿しています。それでは早速やってみます。ビューティープラスにはアップ、グロー、これグローとか
Apple HD とかクラシックとかいろんな設定があるんですが、このクラシックとかで撮ってしまうといかにも加工の画像みたいになってしまうので、ぜひですね Apple HD っていう設定で撮っていただきたいなと思います。これだと本当に普通の写りしています。普通の写りと言ってもお肌は綺麗に写っています。で、私の設定方法としてはまず必ずグリッド線を出すようにしていたり、必ず自動 HDR という設定にチェックつけていたり、透かしはなくしていたり、ミラーモード、シャッター音、こちらレストランとかによってシャッター音入れたり入れなかったり、あと元画像の比較をしたいなっていうのもあるので、ちょっと元写真の保存っていうのもやっていたりします。で、画質は超高ってこう一番いい画質で撮るような設定にしています。ただですね、私有料版のアプリを使っているので、無料版でどこまでできるのかはもうちょっと遠い昔のことだったので記憶にないんですが、有料版だとここまですることができます。ちょっと撮っていきたいと思います。どうかな、可愛く写ってるかなみたいな形でちょっと確認しながら撮っていきます。で、ちょっと自分の操作に回していきたいと思います。で、今ビューティープラスで撮った画像をスノーで加工していきます。スノーで編集して、こちらをですね、少しほうれい線が目立っているのが私的には気になります。なので人物の自動補正、こちらのほうれい線っていうのをマックスで消す設定。それでもまだほうれい線が結構目立つなっていう時は、タッチ肌補正というところで滑らかを選び、少しずつタップしていって自然にほうれい線を消していく。比較すると結構ですね、多分画面を見ていただくと伝わるんですが、ほうれい線ここが出ていたのがこのぐらい薄くなります。もっと消したい時はふんわり肌なんていうのも使っていくとどんどん補正されていきます。ちょっと顎しゃくれちゃったかなっていうのも気になる時は、顔の輪郭を消すこう加工するものがあるので、顎を伸ばしたり縮めたりするので、ほんのちょっとやっぱり私は微調整しています。自分の好きな顎の長さとかっていう微調整、頭が出っ張ってるなみたいなのも気になるって時はタッチ補正っていうのを行って少し頭を整えていく。これもほら、出っ張ってるところと縮んでるところが変わってきます。よし、顔はだいたいこれで OK だな。あとは明るさの調整。ここに調整っていうところにカーブというものがあるので、こちらのカーブで少し明るさを調整していきます。このぐらいでいいかなっていうのを見て好みで上げていきます。これを保存します。で、またビューティープラスに戻りたいと思います。編集を開始し、最後に保存した先ほどの画像をさらにですね、私は好みのフィルターをかけていきたいと思います。こんな感じで全然色味が変わってくると思います。人の肌だったらこんなに黄色くしてしまうとちょっとよろしくないので、少しトーン明るめのものがいいかななど、お好みその時の雰囲気に合わせて選んでいきます。今日はちょっとこの辺にしておこうかなみたいなので選んで保存します。この工程を経て、これでやっと私のインスタに投稿できる写真が出来上がりました。皆さん、ズームを使う機会もかなり多いんじゃないかと思います。ズーム、綺麗に映れてますか？これ一つやるだけでかなりビジュアルが綺麗に映る方法があるので、最後にお知らせしたいと思います。まず Zoom のアプリ、スマホで見る Zoom のアプリをタッチしていただいて、詳細の中にある設定、そちら設定のミーティングというボタンを押してください。すると外見補正というものがあります。今は
通常だとオフになっていると思うので、もう見るのも嫌なぐらいひどい写真が今写っているんですが、これをオンにしていただいて、こうスライドするものがあるので、スライドするとほらなんか肌がふわっとして映る。これやるだけでかなりズームのビジュアルも変わってきます。なので忘れずに外見補正皆さんやってください。タイムレスビューティー。はい、皆さんに自撮りのテクニックお伝えしましたが、使えそうですか？ぜひやれそうなところ一つずつからでもいいので挑戦してみてください。あなたの自撮りがきっと楽しくなると思います。今日の動画がいいなと思った方は美魔女スタイルのチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしています。またお会いしましょう。